여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、力です。日本特有の読み方、訓読みは、力というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、힘と言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、力、力に対し、韓国語の漢字語は、頭の文字に来る場合は、역、それ以降の場合は、력と言います。力、力、역、력で学習していきましょう。では、力の漢字が入った単語を考えてみましょう。力量、力説、努力、勢力などの単語があります。力の漢字の韓国語は、頭の文字に来る場合は、역、それ以降の場合は、력なので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば、単語を完成させることができます。力量の量の漢字は、量なので、力量は、역량となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。역량、역량、역량。そして、力説の説の漢字は、설なので、力説は、역설となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。역설、역설、역설。そして、努力の努の漢字は、能なので、努力は、能力となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。能力、能力、能力。そして、勢力の勢の漢字は、勢なので、勢力は、勢力となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。勢力、勢力、勢力。中級以上の方はしりとり、끝말잇기をやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。力説、説明、明白、白紙、紙面、面積と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。역설、설명、명백、백지、지면、면적、
このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。